天皇系とはですね、日本における象徴的な存在でして、天皇とその一族というふうにされています。現在で言いますと、皇室は天皇皇后両陛下、上皇皇后両陛下、皇族殿下の方々で構成されています。2020年現在、内廷というですね、宮廷内部にいらっしゃる方は5人、宮家の皇族殿下は13人おられます。ではちょっと簡単にですね、日本の天皇家についてまとめてみましたので、そちらをご覧ください。天皇家のシンボルである菊の御紋なんですけれども、これですね、菊花紋章というふうにも呼ばれまして、菊の花を形取った紋章は皇室のシンボルというふうに言われてましてですね、大正15年の官報により皇室の紋章として正式に定められたものになります。でこれはですね、16枚の花びらがですね、表を向いて重なっていることから16八重表菊というふうに名付けられています。ちなみにですね、豆知識なんですけれども、天皇家の表菊に対して他の家紋ではですね、裏菊というものもあります。で私たちがですね、普段使っているパスポートあると思うんですけれども、あちらはですね、16八重表菊ではなくて16一重表菊と言います。なのでちょっとその一番外側についているところがなかったりですね、天皇家の紋章とは少し違うものが採用されています。1974年にですね、倒れられるまでエチオピアにも皇帝というのがいました。ただ現在は日本の皇室がですね、世界で唯一の皇族エンペラーです。で日本の皇室に関してはですね、英語ではエンペラーというふうに呼ばれまして、王様であるキングとは区別されるのが一般的です。で皇帝とはですね、いわゆる王の中の王という意味でして、日本の天皇がですね、世界で皇帝というふうに呼ばれるようになったのは1716年にですね、ドイツ人医師のケンペルさんが書いた日本史の中で、天皇は中国の皇帝と同じような高い地位を持つということでエンペラーというふうに記載されたことによります。でそれがベストセラーとなりまして、その後欧米では日本の、天皇はエンペラーという呼び名が定着したというふうに言われています。で世界のですね、他の国ではですね、戦争とか国難の中で皇族であったり王族っていうのがですね、途中でこうプツッと途切れてしまうケースがほとんどなんですよ。なんで例えばその戦争を行えばですね、その時の王様っていうのは基本クッと首をやられちゃうのが通常でした。でそのためですね、ヨーロッパの現在の多くの王家ではですね、昔の王様とは血はつながってないケースっていうのはもうほとんどです。で一方でですね、日本では国民がその天皇家を非常に重んじていたので、戦争が起きるとですね、戦う人たちがその天皇家をですね、どっちの方が守るかっていうことで争ってたぐらいです。でなのでその結果ですね、天皇家っていうのは殺されることなく子孫を残すことができ、非常に長い間ですね、血がつながった一族というふうになりました。でこれを永久に一つの血筋が続くという意味で万世一系というふうに呼んだりします。それではですね、天皇家の詳しい歴史について少し見ていきたいなというふうに思います。宮内庁のですね、ホームページによりますと、現在の天皇陛下は125代目ではですね、本当にそんなに長く続いているのでしょうかっていうところがまず最初の疑問です。でですね、初代は太陽の神様である天照大神の子孫の神武天皇という方が初代天皇であると神話上、あるいは日本書紀という書物の中で記載されています。で神武天皇がですね、即位された年というのはですね、西暦で換算すると紀元前660年になるんですよね。なので日本の歴史が今西暦2020年ですから、それプラス660年で2680年目に突入したというふうに言われています。で神武天皇がですね、亡くなったとされる場所にはですね、その後江戸時代頃にですね、お墓が建てられまして、御陵と呼ばれるんですけれども、奈良県にあります。ただあくまでもその神話をもとにしてですね、建てられたということなので、まさにその実在してたかどうかは神のみぞ知るといったところじゃないでしょうか。ではですね、歴史学者も認める記録上で実在したというふうに言われる天皇は誰が最初なのでしょうか。その答えはですね、645年大化の改新というですね、革命が起きました。でそこで天皇という言葉を初めて使ったのが天武天皇というふうに言われています。それまでですね、天皇という名前は使わずに王君というふうに呼ばれてたというふうに言われています。
でその後のですね天皇と貴族が中心に政治を行う体制っていうのを天智天皇が作っていかれました。で天皇がいるところをですね都としまして国の中心に据える政治を行った飛鳥奈良時代なんですけれども、時代とともにですね天皇の力っていうのが徐々に衰えていくんですね。これ仕方がないことなんですけれども、11世紀にはですね貴族が力を握る平安時代が訪れます。でその後12世紀はですね武家武力をですね持って、政治を行うっていう武家政治になります。鎌倉時代ですね。でその後また室町時代というふうに時代が移っていきます。でそれぞれの時代においてもですね天皇家っていうのは排除されることはなかったんですよ。でやっぱりその形としてその政治の中心というふうな形にされていました。でこうした時代はですね1867年に江戸幕府が倒れるまで続きました。なのでかれこれ時代にしてですね約800年ほどっていうのは天皇家っていうのはもうあくまでも形だけの存在にしか過ぎませんでした。で江戸幕府がですね朝廷に大政奉還、すなわち政治権力を天皇家に返しますよっていう宣言を行いました。これでですね王政復古の大号令が発令されます。天皇が政治の中心にカムバックするよというですねそういう宣言がなされます。なのでようやくその800年間のですね長きにわたる間我慢し続けてきた天皇家がようやく表舞台に帰ってきました。で大日本帝国憲法ではですね天皇は主権者であるというふうに定められました。主権者とはですね国を統治する権利、すなわち最高指導者というふうに言ってもいいかもしれません。で明治とはですね日本が200年ぶりに鎖国を解除しまして西洋文化がうわーって入ってきた激動の時代だったんですね。でその中で政治の中心に関幕されたのが明治天皇なんですけれども、数々の仕事、偉業をですね成し遂げます。例えばまず一つ目、それまでの藩っていうのがありました。土佐藩とかですね薩摩藩とかですね、それを全部廃止して県っていうのを新たに置いていきます。鹿児島県、高知県とかですね。でさらに首都を江戸から東京というふうに変えます。さらに天皇は絶対的な存在であるっていう考え方を普及させまして立憲君主制っていうのを確立します。立憲君主制とはですね簡単に言いますと憲法にのった政治を行うんですけれども、その憲法の最上位に君主がいるよという、日本ではその天皇がいらっしゃるっていうふうな考え方です。でその後にですね最も大きな影響を与えたとも言える神格化というのを行います。大日本帝国憲法の第3条においてですね天皇は神聖にして犯すべからずという言葉が記載されました。もちろんですねそれまで天皇っていうのは神の子孫であるというふうに言われてきたんですけれども、あくまでもそれは言い伝えでしか過ぎませんでした。しかし憲法にしっかりと天皇は神々しい神々しいと、すなわち荒人神であるというような思想がですね明記されることになったんですね。これはすごく画期的なことでした。でその後大正昭和にかけてもその天皇は神々しい神々しいっていう言葉が残り続けて立憲君主制っていうのは変わらなかったんです。ただですねもともとその天皇のための存在としてですね軍隊がいたんですけれども、それがですね徐々に発言力を増してきます。で第一次世界大戦第二次世界大戦というですね日本はその天皇のもとドワーッと突き進んでいくことになります。第一次世界大戦ですね勝利しまして国力を拡大し、欧米あるいはその他のアジア諸国からですね一目置かれました。その日本という国だったんですけれども、アメリカに宣戦布告しましてドイツイタリアと組んで始めました第二次世界大戦ではですね日本はですね大敗を喫します。もうですねもう本当にその負けちゃうんですね。天皇はですね大日本帝国憲法上ではですね陸海空の軍隊を完全に指揮できる統帥権というのを持った最高指揮官だったんですよね。でそのために国内海外ともにですね天皇に責任があるようなということで天皇は退位しろっていう議論がですね巻き起こるんですよね。ただですねその時にその日本を占領してたアメリカの支部である GHQ がですね天皇制っていうのはですね排除する必要はないよということでそのまま残り続けました。ただですね第二次世界大戦ではですね天皇のことを神のような存在というふうに崇めまして、その天皇のために命を落とした数々の軍人さんというのがいらっしゃったわけです。なので1946年1月1日天皇はですね自ら人権宣言というのを発表しまして、天皇の存在っていうのは秋月神ではない、すなわち荒人神ではないですということを公式に発表されることになるんですね。でその結果1946年に出された日本国憲法により天皇は
日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるというふうな文言がですね第1条に記載されました。それによりですね天皇が中心となって政治を断行していくっていう政治体制は終わりまして、天皇が軍隊を指揮する権利というのも失われることになります。でここに来て立憲君主制という政治はですね崩壊しまして、日本は憲法によって統治される民主主義国家として生まれ変わりました。そしてですね今平成令和へと時代が移ってきました。天皇皇后両陛下、そして上皇皇后両陛下、皆さんですね今後も日本の国の象徴として敬愛をされ続けることかというふうに思います。すいません、ちょっと本日はですねお茶会がありますので、ちょっとこの辺りで失礼させていただきたいかなというふうに思います。本日もですねご覧いただきまして誠にありがとうございました。面白かったというふうに思われた際はですね、是非いいねというのをいただければもう次の動画の励みになりますので、是非よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。